皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は富士見フェラーリ365デイトナスパイダーの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3を外野から薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。続いてはエンジンルームのディティールアップです。パート2ではプラグコードを取り付けましたが、今回は補給類をパイピングやデカールでディティールアップしていきます。ラジエーターやバッテリー、ブレーキマスターなどは組み立てと塗装をしておきます。各パーツには 0.5mm のピンバイスで穴を開け、アドラーズネストの赤黒リード線、ラジエーターなどのホース類は 0.8mm のピンバイスで穴を開け、真鍮線を入れ
パイプ取り付け部を設置した後、少し太めの 1mm のビニールパイプを取り付け、ブレーキマスターを横切るように取り付けた電装系をまとめているであろうコード類は、ビニールパイプにマステを巻き付け、ブラックを塗装したものを取り付け、ブレーキマスターバッグから出ているパイプは 0.4mm のゴールドの真鍮線を取り付け、コード類の太さを別々にし、リアルになるようディティールアップしてみました。実写の写真と見比べると、エンジンルーム両側にあるはずの電装パーツがなかったので、3D プリンターで製作し、パイピングをし取り付けました。取り付けたバッテリーや電装パーツに自作したコーションデカールを貼り付け、エンジンルームが完成です。続いてウィンドウモールのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料はフォーアーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料ブラックを流し込んでいきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取りますが、今回はボディがブラックなので省略。メッキの表現としてはフォーアーティストマーカーのシルバーを使用し、メッキ部分を塗装。モール内側にはフォーアーティストマーカーのブラックを使用し、ゴム部分の再現をマーカーの腹部分で塗装し完了です。次にクリアパーツ類です。その前に取り付け忘れていたスペアタイヤなどを組み付け、パート1で加工済みの初期型の特徴でもあるフロントのプレキシグラスはマスキングを経て裏面からグラファイトブラックを吹き付け、フォーアーティストマーカーブラックで縁取りです。ボディにはウィンドウとルームミラーを取り付け、ヘッドライトはフォーアーティストマーカーシルバーで塗装し、縁取りをしたレンズを接着。接着はセメダインハイグレード模型用接着剤を使用しました。サイドマーカー部分のインナーはエナメルシルバーで塗装し、レンズを接着。ボディ表面からプレキシグラスパーツ、裏面からヘッドライトと順番に取り付け、ここはサイドマーカーレンズとつらい位置になるようこの順番で取り付けてみました。最後にボンネットとヒンジを取り付け、シャシーとの合体に備えます。そしていよいよ最終仕上げです。ホイールはネジで固定するタイプですが、ネジの締め付けにそれなりの力が必要なので、シャシーとボディの合体前に取り付けてしまいます。3分割されたワイヤーホイールを組み立て取り付け、ネジでしっかり固定したらボディとシャシーを合体。フロントのアンダーカウルを取り付け、あとは細かいパーツを取り付けるのみとなりました。リアにはメッキノブ、ブラックで塗り分けたバンパー、マフラーエンドに遮明プレートを取り付け、フロントにはバンパーと遮明プレート、そしてフェラーリのエンブレムを貼り付けます。サイドにはセンターロックナット、キーシリンダーは配給パーツのマイナスモールドでディティールアップ、そしてドアノブにサイドミラーを取り付けます。最後にモデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。富士見のエンスージアストシリーズよりデイトナスパイダーが完成となりました。今はなきシリーズですが、細部まで再現されたエンジンや足回りのパーツが付属していたり、ホイールの取り付け方法も実写さながらというこだわり抜いたシリーズとなっています。そんな情熱あふれる開発者の意図を組んで、できるだけパッケージそのままを意識し組み上げてみました。こんなに細部にわたり再現されているにもかかわらず、足回りやその他組み付け箇所はビシッと決まってしまうのは脱帽もの。富士見の底力が総結集されたようなキットでした。幸いにもエンスージアストシリーズは定期的にパッケージを変え、
再販売されているので、どこかで見かけたら購入し、また制作してみようと思います。キットのイメージは80年代にアメリカで大ヒットした刑事ドラママイアミバイスシーズン1から2の劇中車であるデイトナスパイダーレプリカ。劇中車のベース車両はコルベットのようですが、関係なく製作しました。シックなブラックに包まれた初期型のデイトナスパイダー、どことなく似ているコルベットとも記念撮影してみましたので、ゆっくりとご覧になっていってください。ご視聴いただきありがとうございました。